皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方キャラの際どすぎるあだ名を解説していきますよ。特徴を持つキャラたちなだけにかなり濃いあだ名をつけられているんだよな。しかも一人になんと数個も持つキャラもいるのでお楽しみに。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。ということでまずはじめに紹介する、際どすぎる相性を持つキャラは、東方プロジェクトの主人公である白霊霊夢です。さすがはクセ者揃いの東方キャラの主人公だぜ。前回の主人公とは思えない暴言に続き、主人公とは思えないあだ名が付けられています。ちなみに白霊霊夢は、東方旧作での名前は霊夢ではなく霊夢となっていて、別人かもしれないと言われているんだよな。そして東方プロジェクトの制作者のズン氏によると、霊夢とは未来を予知できる女の子になってほしいということでこの名前を付けたそうです。だからこそ非常に鋭い勘を手に入れたってことか。ということは、ある意味では霊夢の生みの親は神主っていうことになるかもしれませんね。白霊霊夢は巫女ではありますが、妖怪退治を専業としていて、可愛らしい見た目とは裏腹に非常にパワフルなキャラクター。数々の異変を解決し、危険な妖怪とも渡り合えるという人間にもかかわらずとんでもない力の持ち主なんだぜ。その絶対的な力から力の強いものを好む妖怪たちに気に入られて、神社では妖怪が溢れ返っていて、参拝客がめったに来ないため、非常に貧乏という設定がありますね。悪循環にも程があるな。またその入り浸っている妖怪が非常に強力で、例えば鬼の四天王の一人である伊吹スイカなんかがそうですね。そんな白霊霊夢の相性は非常に多くあります。紅白、脇巫女、サボリマ、貧乏巫女、暴力巫女、鬼巫女、といったようにたくさんの魅力的な相性があることから親しまれてますね。ただあだ名がほぼ全て際どい。しかし決して嫌いでそのようなあだ名をつけたわけではないのでご注意ください。この面白いあだ名は東方ならではなんだよな。そうそう、長らく再生画面上で右から左へ流れるテロップ上に表示されるニコニコで親しまれたこともあって面白いあだ名が付けられています。ちなみに紅白と、貧乏巫女と呼ばれるようになった発端者はパチュリーが原因でしょう。へえ、パチュリとはちょっと意外だな。それがこちら、霊夢、この家には窓がないのかしら？それに外から見た時こんなに広かったっけ？パチュリー、そこの紅白、私の書斎で暴れない。書斎？紅白？これらの本はあなたの神社の5年分の再銭程度の価値があるわ。うちは年中無休で参拝客がないわよ。まあその程度の価値しかないんだよ。このように紅白といじられたことと、貧乏だということをパチュリーによってばらされました。まさかのパチュリーが原因だったとはな。ちなみにマリサの白黒もパチュリーが命名しました。パチュリー名前のセンスマンじゃん。せっかくなのでパチュリーさんに私のニックネームをつけてもらいましょう。無給。じゃああなたはセクハラゲス部長ね。ありがたきお言葉。いや思いっきりディスられているんだよ。ということで次に紹介するのは大ちゃん&コア。まずは大ちゃんから紹介しましょう。これはもう東方プロジェクトを知る上で基礎中の基礎だよな。大天狗の大ちゃんだろ。全然違いますけど、妖精は人間以下の存在なんですが、その中で力のあるものが大妖精でもあるようです。日の光がまともに当たらず妖精たちに死の湖とまで言われている霧の湖に普段から住んでいるのは、実はその強さからだと思われていますよ。ほう、大妖精って意外にも力のあるキャラなのか。そんな彼女の愛称は大ちゃん。二次創作ではチルノやルーミや、かなこ様あたりから言われていますよね。かなこ様とそんな仲いい描写ないよね。そういえば東方二次創作で、大妖精が自分のことを名乗るときってどうしているんだっけ？東方二次創作ゲームなどでは、適当な設定をつけている場合があったり、無視して大妖精と名乗るのが定番。例えば、私は大妖精と言います。いつもは湖でチルノちゃんやサニーちゃんたちと遊んでいることが多いです。といったように、大妖精として名乗ることも多いですね。まだ名前を付けないのは制作者としては二次創作で扱いやすくするため、今現在も名前を付けてなかったり、設定を付けていないんだろう。つまり二次創作で自由に使ってくださいキャラってことですね。それで大ちゃんの何が際どいんだ？この大ちゃんなんですが、大と言ったらやはり胸ということで、胸が大ちゃんということでも親しまれていますよ。私たちの大好物ですね。二次創作ではチルノの逆立場として、お姉さん感ある清純派で書かれる場合が多いことからも胸が大ちゃんを後押ししていますね。なんとも大胆な設定だな。これは大興奮間違いなしですよ。そして小悪魔も大妖精と同じく一個体を指す名前ではないのです。単に力の弱い悪魔を指す言葉で、ズンさんが言うには悪魔より小さいから小悪魔とのこと。大妖精とは対となる存在になっているね。高魔漢の名もなき住人で、赤い髪型が特徴。ファンからはココア、リトルと言われることが多いです。彼女も大妖精と同じく性格は神主曰
く、気まぐれでいたずら好きで、後先を考えずに行動する性格らしいですよ。二次創作でのキャラとかけ離れていて驚きだよな。あと小悪魔も基本的にたくさんいる雑魚キャラの一人で、会話もなければ立ち絵もないんだぜ。そんな小悪魔はやはり名前通りサキュバス補正があるので、あっち系では大人気。別の外の世界では超有名人です。そのこともあり、あだ名リトルとの対比から胸が悪魔級になることがありますね。結局でかくなるんかい。二人とも中ボスにもかかわらず、こんなにもあだ名があり長く親しまれていることがわかりますね。この解説でちょっと体が熱くなってきたので保健室に行ってきてもいいでしょうか？いやさすがに行かせないよ。ということで次に紹介するのはヤクモゆかりの際どいあだ名ですね。ヤクモ家は全員虹の名前になっているんだよな。そうそう、チェンは上から2番目の橙色で、ヤクモランは下から2番目の藍色で、ヤクモゆかりは一番下の紫色ですね。東方プロジェクトは虹というに大きく繋がっている作品だから重要キャラだということがよくわかるよ。そんなゆかりの愛称はゆかりん、隙間ババア、加齢臭、少女臭。これまた際どいニックネームだな。やはり幻想郷の賢者なだけあってあだ名が豊富ですね。あと二つ名だけど割と困ったちゃんも有名だよな。東方水鳥花では久々にその二つ名を拾って、マミゾウやスイカにかまってちゃんという亜種の名を付けられていました。サイコさんの妖怪だけにちゃん付けにしたりと、ちょっとずんしも遊んでるよねこれ。ゆかりはサイコさんの大妖怪というラスボス感たっぷりのかっこいい肩書きがあるんですが、それが災いか、はたまた好機というべきか。隙間ババアという愛称が付けられました。際どすぎて隙間送りにされないか心配です。これはゆかりの魅力に嫉妬してしまったからでしょう。しかしゆかりというと高貴で美しくミステリアス感があったので、この愛称によって親しみが生まれたのは事実でしょうね。それはあると思うよ。ぶっちゃけゆかりってそんな BBA でもないしね。そうそう、東方降臨堂で凛之助曰く少女と呼称していましたしね。漫画ではお姉さんキャラになりがちなのは、絵師さんのイメージから来ているものなのであしからず。そしてなんかいい匂いしてそうなことで少女臭とも言われてますね。確かにゆかり様の半径50メートルぐらいからいい匂いがしてそうだ。他のキャラと間違ってお姉さんキャラのことから、色気ムンムンなこともあってそうなったのでしょう。ぜひとも消臭力あたりから少女臭を出してほしいですね。ゆきちでも買うわ。それでは次に紹介する、際どいあだ名はさなえさん。よくよく考えてみると謎の不遇を受けたあだ名だよな。そうそう、こちやさなえというと、ずんしの立ち絵、漫画から見てどう考えても霊夢やヨウムたちと同年齢に見えるのですが、なぜかさなえはさん付けになったんですよ。やっぱりさん付けになると、白蓮やエイリンみたいなお姉さんキャラ感出てしまうからちょっとかわいそうではあるよね。これは私の考察ですが、さん付けになってしまった理由としては、シンプルにさなえちゃんと言いにくいからなのではと考えました。確かにさなえちゃんよりもさなえさんの方が言いやすいよな。あとさなえというと、同じぐらいの少女に比べてスタイルがいいからというのもありそうだよ。マリサさん納得だわ。これからマリちゃまとお呼びなさい。さなえというと、実は公式的に胸が豊かキャラなんですよ。実は東方漢樹伝の図絵でもよく見ると、なんと膨らみがしっかりとあり胸が豊かに描かれていました。神主公認の母音キャラはシンプルにすごいわ。また黄昏さんとの共同作品の格ゲー作品では霊夢と比べると明らかに豊か。これが北条の巫女の奇跡の力か。あと、東方茨河線を担当した東彩先生の二次創作漫画のさなえさんは家出中という漫画の影響も高そうです。公式っぽいから公式の呼び名と勘違いしちゃうよね。まあむしろ逆に霊夢たちよりも抜きんでてお姉さん感を醸し出したことが差別化となり人気キャラとなったところはあるので、胸を張ってもいいでしょう。セクハラゲス部長ってぴったりなあだ名だわ。それでは次に紹介するのは、ワカサギ姫のあだ名である天ぷら姫。これは皆さんご察しの通りの際どさです。ワカサギ姫は霧の湖に住む人魚。名前に姫とついているけど特にどこかの国の姫かどうかは不明なんだよね。普段は歌を歌ったり、石を拾ったりして暮らしているようです。草の根妖怪ネットワークの一員であり、今泉影郎と知り合いだそうです。ちなみに二次創作では、石板機が草の根ネットワークに属してるのかは原作では不明だぜ。鬼神城の異変時には小槌の魔力により凶暴になっていましたが、影郎によると普段は気弱で虫も殺せないような性格とのことで人間に敵外心は持っていない優しい子ですね。そんなワカサギ姫はミスチーに次ぐ食べ物キャラで有名。その発端はマリサに天ぷらやら刺身などと言われたり、上司の影郎に食われかけたことがあるなど、食べ物に例えられたり実際に食べられそうになったことで、公式的にも料理キャラとして定着しました。その相性からチェンみたいな猫キャラとの相性もいいよね。ちなみに人形を食べると、不老不死になるという伝説があるので絶対に食してはいけません。このように食べ物要素が小籠包の肉汁のように詰め込まれていて、もう公式で食材キャラなのかと思うありさまですね。実際そうなのかもしれないな。そんなこんなで、彼女は登場して1日と経たず食物連鎖の底辺というネタが定着しました。またワカサギという魚は天ぷらにして食されることから、彼女自身が挙げられることにも、主にワカサギ姫が天ぷらの衣をまとっているイラストが多いですね。そのこともあって天ぷら姫というわけか。なかなかに際どいあだ名だったよ。優しいワカサギ姫にふさわしいといえばふさわしいあだ名でもありますね。
私もぜひともワカサギ姫を食べてみたいですよ。その顔と効果音は絶対食事の意味じゃないよね。ということで次に紹介するのは鬼人聖者のあだ名のゲスロリです。ただのゲスでもなくただのロリでもなくゲスロリですか。そう、前回の幻想郷であってはいけないキャラクターでも言ったように歴代の発端者の中でも下水。何も知らない少な神妙丸に嘘の歴史を吹き込む。神妙丸にうちでの小槌の代償のことを教えず使わせる。異変が解決されたら神妙丸を捨てて逃げる。といった悪用をこなしているんだよな。またキャラ設定テキストでも人が嫌がることを好み、人を喜ばせると自己嫌悪に陥るという嫌な性格の妖怪です。私たちが幻想郷で絶対あってはいけないキャラだよ。弾幕天の弱では聖者はまだ下克上を諦めず、未だ小槌の魔力が宿っているアイテムの数々を手に、再びこの世をひっくり返そうと企んでいました。まだ悪いこと考えていたのかよ。それが幻想郷の秩序を重んじる妖怪たちにバレ、ついに命を狙われることになるのですよ。また命令は絶対に聞くことはなく、自分が得しても見返りは与えることもないですね。さらにゲーム画面を左右上下反転させプレイヤーを苦しめてきました。ここまで悪を務めてくれるキャラは聖者ぐらいだから、二次創作ではめちゃくちゃ重宝されているよね。そうそう、またその行動に反して見た目は比較的幼く可愛らしく、そして何よりもボロエではピンク色のキャミソールを着ているという可愛らしい一面があったことで、ただのゲスではなくてゲスロリちゃんとして親しまれるようになりました。悪どいけど可愛いは聖者にしかなせないだろね。二次創作のラブコメ系の作品では天の弱特有の性格から、素直になれないツンデレになったり、逆の逆に相手に嫌がることではなく、喜ぶことをやったりすることもありますね。そのため二次創作のあり方の一つに新妻聖者というのがありますよ。聖者の天の弱としての性質をよりクローズアップし、天の弱としての聖者との結婚生活ってことね。ツンデレ好きの方は新妻聖者の同人誌なんかを見てみてくださいね。ゲスト聞くと抵抗感ありますが、ロリで飽和されていいギャップになった、聖者にふさわしいあだ名でしょう。それにしてもピンク色のキャミソールなんて、すぎますよね。視聴者さんも一緒に着替えを覗き見しませんか？ここに本物のただのゲスがいます。ということで次に紹介するのは、純子のあだ名である純子ママ。際どさは低いけど特に東宝初心者さんの衝撃度はえげつないね。まず純子は公式的にガチで子持ちの人妻なんだよな。ただし純子の家族は円満どころではなく、恨みそのものなんですよ。夫に息子を殺されたことで恨んでいて、その妻にして月の女神でもあるジョーガをも恨んでいるんですよ。ここでどういうことってなると思うのですが、ややこしいところですがこれは一夫多妻制的なのでしょう。同じく月の民である綿月姉妹もそんな感じでややこしい関係だもんな。恨みは純化され、一人歩きしている状態だったのですよ。月の賢者でもあるエイリンによれば、昔からたびたび月の都を襲撃していたらしいですね。壮大かつ率直な物言いをするのですが、ジョーガや月の民以外のことに適しては礼儀のいい接し方をします。確かに誰に対しても敬語を使っていて恨んではいるけど、特に取り乱すことはなかったよな。もともと恨みなんてなかったらめちゃくちゃいい人そうだぜ。戦闘後、純子は納得したように戦意を喪失してしばらく月の襲撃はしないと誓ってくれました。こういったことからもともとは純粋に子供思いの素敵な人だとわかります。恨みが純化してもなお人当たりがいいところ本来もっといい人なのがわかるぜ。そしてあだ名の純子ママは、この保護愛や慈愛が現れている時の純子に名付けられますね。一見怖く見えるけどすっごい愛してくれそうだよ。東宝ファンなら一度は純子ママに甘えてみたいものですよね。そうそう、エイリン先生の診察に次ぐ純子ママに耳かきされたいわ。皆さん、任せとけ。純子ママの耳かきごっこまた作ってくるので、今のうちにうちが提供する東宝耳かき屋にチャンネル登録して待っていてくれ。ありがとう、美人 H カップ部長。また漢樹伝の後に1000回などどこかに料理店やスナックを開店し、その店のオーナーなどとしての純子ママが確立されるなどの二次創作もありますね。バーのママさんってことね。確かロスワとか同じく公式人妻の聖画をそうさせているぜ。ああだから1000回でバーの店長みたいなことしてたんだ。そういえば、聖画ママはなぜかあんまり聞きませんよね。多分、純子ほどお姉さん感あるキャラでもないし、子持ちかどうかは不明だからだろう。理由はその辺でしょう。あとママ担当で言うと坂田ネムノとか人気があります。スタイル抜群で種族がヤマンバなことから料理が美味しいネムノウッカーで人気だよな。やっぱり一妻キャラは通常の3倍で魅力的になりますよ。ちなみに私も人妻なんだけどね。いや嘘でもビビるわ。ということで次に紹介するのは、気高き地獄の女神であるヘカーティアラキスラズリの、まさかのあだ名であるヘンティです。サナエさんがつけてくれました。このセリフは仮にもエクストラボスであり女神に対しての暴言で、東方キャラとしては異色すぎるヘカーティアの服装、何より完璧すぎる会話の流れなどからひときわ目立ち、ヘカーティア登場から数日と経たぬうちにファンからヘンティと呼ばれることになったのです。まさかそんなすぐにヘンティとして呼ばれるようになったんだ。サナエからは変な T シャツやろうとまで言われていたりと一見おふざけなデザインかと思いきや、実はヘカーティアのデザインはかなり考えたものなのですよ。あの T シャツってちゃんとした意味があるのか。
ヘカーティアというたくさんの要素があるキャラは通常ゴテゴテしがちなんですが、それをあえてシンプルな T シャツに変な格好を取り入れることで、周りの人とは違うことを表してるようですよ。結局やれなかったそうですが、ズンさんの中では髪の毛の色が変わると同時に、T シャツも変化しているという設定があったようですよ。それめちゃくちゃ面白そう。一応 T シャツの文字は同じですが、よく見るとハートマークなどが少し違うようです。ちなみにサナエが変な T シャツやろうと言ったことで、そう見られがちですが意外と T シャツ自体はそこまで変ではないんですよ。視聴者さんもそう言っている方が結構いるよね。どちらかというと奇抜なのはあのスカートの方でしょう。確かにそれは思った。ネタ的に有名になったりと、シンプルな面白 T シャツから変 T シャツを作っているサークルさんも存在しますよ。部屋着として変っていきたいよな。それで身体を入れ替えることもできるかもですね。ぜひとも次回の島村コラボで期待だわ。コラボとかじゃなくて普通に売ってそう。ということで次に紹介するのはハニヤス新ケーキのハニヤス神ケーキ。食べ物キューラ8割際どい。ハニヤス新ケーキのあだ名は主にケーキ様、ケーキなんかですね。彼女は、御柱を背負った神様や、ケロ棒をかぶった神様たちに比べると庶民的な身なりをしていますよ。その人たちが変わっているのでは？手に持ったのみや彫刻刀からもわかる通り、職人系のクリエイティブな神様。ケーキは自らを造形神イドラデウスと名乗り、偶像を作り出す能力を持っていますよ。中でも、ケーキが制作を得意とする偶像が埴輪で上等宮弓を筆頭に埴輪兵団を作ったんだよな。ケーキが作る埴輪は多機能で優秀。自我を持たせることもできると言います。戦力が必要であれば部下も埴輪で作ってしまいます。そもそもケーキは動物霊の世界畜生界で虐げられる人間霊の願いに応えて降臨しました。ケーキからすれば、人間霊の願いに応じて保護しただけで動物霊とも共存しようとしていました。人を守るいい部分もありますが、恐ろしい部分も持ち合わせていて、肉のお前を召して、土と水で美しく作り直してやる、という子はかっこいい名言を残しています。これ次回の子はかっこいい名言で紹介してほしいよ。そんな東方期系10第6ステージボスとして登場したハニヤス新ケーキですが、その下の名前がケーキと読むため、そこから発展してケーキを連想するファンが続出したことを受けて誕生した彼女の二次創作ネタで鉄板に、クリスマス時にはクリスマスケーキならぬクリスマスケーキというネタが多くありますね。パターンはケーキを食べるケーキと、ケーキがケーキを作るという感じか。あと本人がケーキとなることがあります。その芸術作品欲しいです。また、名前をよじって歯に優しいケーキというネタも投稿されています。それは死ぬほど笑った。このようにちょっと意外な食べ物キャラの一人ですね。それにしても自分自身がケーキになるのは際どすぎるな。ケーキがなくなるごとに幸せになっちゃいますね。ラストに交流道組のあだ名を語ろうと思ったのですが、実は交流道組のあだ名がなかったんですよ。確かに聞かねえな。大天狗のめぐむが大ちゃんと呼ばれているぐらいだよ。だからそれは違うって。そこで私なりに考えてみましたので、クイズ形式で当てていってください。いつもと違った感じで面白そうじゃん。それでは交流道組、一面ボスの豪徳寺三家の、大吉先生。大吉先生ってザ漫才グランプリ優勝の博多華丸の？そうそう、元ネタは大吉先生です。招き猫だから演技は良さそうだけど、なんで大吉なんだろう。あ、わかった。三家のテーマ曲である大吉気分からだ。豪華アーク、オーケーオーケー。ヘカーティアの名言ね。クイズ形式は新鮮で面白いじゃん。どんどん来い。次は山城高根のあだ名で、イケア。めちゃくちゃ笑った。お値段以上の川城に鳥の対となるイケアね。ピンポン、正解。次は三面ボスを務めた小草山女のあだ名の、鎖骨美女。いやそれあんたの偏見でしょ。図ねからわかるマジでいい鎖骨してるんですよ。しかも東方水長課では肩出しサービスも行ってくれるんです。それはピンゾロ来ちゃいました。それじゃあ四面ボスを務めた玉造りミス丸の玉当てアはわかりますか？いやなんとなくわかるけども、霊務部長のネーミングセンスレミリア並だわ。ヘカーティアみたいに頭に玉を乗っけているからってことね。そうそう、奇抜なデザインもそっくりだし、ただ何かつながりを感じさせられるところではあるな。ということで次は中ボスの下巻司のメスガキツネ。まあこれは有名かもしれませんが、東方海屈指のメスガキちゃんだもんね。ちなみにロスはでも雑魚呼ばわりしてくれますよ。18金ゲームやん。それでは次はごめんボスの飯綱丸めぐむからアルル。アルルって確かぷよぷよじゃなかったっけ？なんでアルルなの？これがめぐむの服装がそっくりなんですよ。この特徴的な服装と似てるなんてそんなわけないだ。ほんまや。あの肩につけている装飾品がそっくりなんですよ。これはワンチャン意識したのかもしれないな。それでは6面ボスの天球ちまたのあだ名は、分からせられた史上の神です。あんなにも神々しい登場だったが、主人公たちに罵倒されその後にボコられて寝込んじゃったからってことね。それにしても分からせられたって。
それでは最後にエクストラキャラの姫虫桃よからその太ももよ。ぴったりだけどセクハラネーミングばっかじゃん。お褒めの言葉ありがとうございます。いや全然褒めてませんよ。桃よというとムカデの足を思わせるような生足にリボンをつけているのが特徴で、東方屈指の美脚キャラでもありますよ。それで太ももよってわけね。また他にも面白いニックネームを持つキャラがいるので紹介していきたいですよ。あだ名から東方の歴史を感じられて面白かったぜ。視聴者さんの好きなキャラのあだ名があれば教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。